でもこの油がですねソースの深みのコクになっているので、絶対に捨てないでソースに使っていきます。香りがリンクしてもう最高に合う組み合わせになってます。で最後にしっかり強火で炊いて混ぜ合わせます。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は豚バラのアリオーリを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、豚バラ、サンチュー、エゴマ、ニンニク、唐辛子、塩、白胡椒、燻製魚醤です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、豚バラと燻製の魚醤を使ったアーリオーリを作っていくんですけど、これは韓国のよく使われるような食材とイタリアのですね技法を合わせたような最高のパスタになっているので、これから早速下処理からやっていきます。はい、それではまず豚バラにこれ塩をしていくんですけど、今日のおすすめはですね、魚醤が入って力強いソースになるので、豚バラですね、ちょっと厚めの豚バラがおすすめです。でこれに豚バラはこの脂が多いので、まんべんなく塩を振っていきます。両面です。でまずはこれ置いといて、ちょっと水分を出してですね、すでにうまみを引き出していきます。であとは白胡椒軽く、で豚バラちょっとこの状態で置いていきます。でニンニクはですね1かけ使っていくんですけど、豚バラと一緒にしっかり焼いていくので、細かすぎると焦げちゃうので潰して、で潰したらこの中の芯だけですね取って、であとは粗めに刻みます。もうこんな感じ。あと今日は葉物がですね2種類入ります。焼肉でよく使うこのサンチュー、あとは韓国料理といったらエゴマです。でサンチューはですね甘みを、ソースに甘みを加えていきたいので、もうこのザックザックこれぐらいの大きめに切ります。でエゴマはですねこの大葉に似てるんですけど、この中心の芯の部分がですね大葉よりももっと硬いので、この芯の部分を外して、こういう状態です。であとはもう適当にちょっと粗めに粗みじんにしていきます。はい、それでは今10分ほど経ったので、しっかりとですね豚から出たこの水分を拭き取って、そうするともう焼いただけで美味しい状態になるので、この紙がですねこうやって透けるぐらいで、これをこう取る。はい、それではこれで下処理が完了です。今回のレシピはですね、韓国の輸入食品会社さんから韓国に本当に美味しい魚醤があるから、魚醤使いのファビオさんに試してほしいということでお話をいただいたのが始まりです。そもそも僕はですね、今まで日本全国のいろんな魚醤だったりとか、イタリアにもコラトゥラデアリーチっていって魚醤があるんですけど、そういういろんな産地の魚醤とかいろんな世界中の魚醤を食べ尽くしてきたんですけど、そんな中でですね、僕はもう自分のことちょっと魚醤使いなんじゃないかなと思ってるぐらいなんですけど、韓国のですね、ほとんどの代表的な料理の中には魚醤が使われているって言われていて、僕もですね、韓国にも美味しい魚醤はあるのかなっていうのは思っていたんですよね。なんですけど、今回ですね紹介する魚醤は燻製のものだったので、あんまりかなって思ってたんですよ。燻製ものといったら、正直に言うと、品質の悪さをカモフラージュするために、大げさに香りをつけたような、商品だったり料理が多いような、僕はちょっとネガティブなイメージがあったんですけど、この商品はですね、そのような臭みがまずないっていうのと、あとはですね、結構初めて味見してびっくりしたんですけど、なんかごま油みたいな上質なですねエレガントな香りがしてですね、本当に美味しかったんですよ。で僕自身久々にこういういい商品に出会えたので、実際に韓国の現場に行きたいなって思っているぐらいですね。なので今回は、韓国のキムチだったりとか韓国海苔とか、パスタにしたら絶対に美味しくなるような食材ですね、あえて使わずにこの魚醤を主役にしたレシピを作りました。はい、それではまずはパスタから茹でていきます。今日は濃度があるパスタソースというよりはあっさりとしたパスタソースにはなってくるので、太すぎず細すぎないテフロンタイプのスパゲッティーニを茹でていきます。で塩分濃度は2リッターのお湯に対して 30g の塩が入っています。はい、まずは粗く切ったニンニクと、で唐辛子は
ちょっと韓国のパスタなのでですね、多めに種も入れちゃいます。あとはオリーブオイルを、今日はですね大さじ1杯ぐらいで、まずは最初にいつも通りアーリオオリオのベースを作っていくんですけど、今日はですねこの中で豚バラもしっかりとですね焼き色つけていくので、ちょっと粗めにニンニクやっとかないと、みじん切りにしちゃうとニンニクがですね真っ黒焦げになっちゃうんで、これぐらい大きめに切っておきます。はい、それではニンニクがふつふついってきたので、そしたらここで弱火にして、この状態をですね軽くキープして、で今日はアーリオオーリオなんですけど、あくまでもですねニンニクこれ色つけすぎてしまったら豚肉も一緒に焼く時間があるので、こう香った時にニンニクと唐辛子の香りがしてたら、ここでもう豚バラを加えていきます。でこれ先ほど塩して水分抜いた豚バラを加えて、で焼いていきます。で今日はですねちょっと豪快なパスタにしたかったので、豚もですねこれ 120g ぐらいで、パスタも 100g 入ってます。大盛りです。で豚バラが入ったら火をですねちょっと中火ぐらいにして、豚バラに焼き色をつけていきます。でこの時にですねニンニクは焦げてなかったら大丈夫なんですけど、ちょっと豚の上に乗せてあげると焦げないんで、ここで豚バラに焼き色をしっかりつけていきます。そして焼いていくとですね、今日豚バラ脂の部位多いところでやってるので、豚バラからも脂が出てきます。でもこの脂がですねソースの深みのコクになっているので、絶対に捨てないでソースに使っていきます。で今だいぶ豚からですね香ばしい香りが立ってきて、このひっくり返してないんですけど、表面ももう白くなっているぐらいまで、ここまで来たらひっくり返していきます。うわー美味しそうですね。いい感じです。で今豚をひっくり返したら、ここでニンニクも全部下にやって、最終的にここでもう少し香ばしくで、一旦ですね弱火にして、はい、ここでサンチュが入ります。皆さんこの音です。この音が大事です。でサンチュちょっと量多めだと思うんですけど、これですねかさが減るので、ちょっと大盛りの量入れるのがポイントです。で油とサンチュをなじませます。でサンチュがなかったらレタス系の葉物加えてください。で今サンチュがなじみました。そしたらここで燻製魚醤が小さじ1杯ぐらい入ります。で燻製魚醤が入ったら、この今豚バラ肉とサンチュにうまみを吸わせて、で魚醤なのでしょっぱいので茹で汁ではなく水が入ります。そしてここで今水が入ることによって、豚バラの油脂とサンチュの甘みとですね燻製魚醤の塩味うまみがですねいい感じにこう全体のバランスをとってですね最高の香りになります。で茹で上がりまでですねこれ少し30秒ぐらい炊いていきます。はい、それでは麺が茹がったので合わせていきます。では今炊いているこのソースの中にしっかり湯切りしたパスタを加えて、で今燻製魚醤のこの独特なですねごま油のようなちょっと鰹節みたいな節系の香りがあるので、最後にここにですねエゴマの香りが入ることによって、この魚醤の香りとですねリンクして、香りがリンクしてもう最高に合う組み合わせになってます。で最後にしっかり強火で炊いて混ぜ合わせます。そしたら今30秒ぐらい炊いていったらですね、かなりとろっとした状態になっていると思うんですけど、これはですね豚バラの脂のコクですね。それと水と魚醤のうまみがしっかりとですね絡んだ状態になったので、これで盛り付け入っていきます。
はい、これで豚バラと燻製魚醤のアーリオ料完成です。はい、いただきます。うん、うまっ。皆さん、このパスタですね、最高なんですけど、今まで僕創作の韓国のパスタって何個か作ってきたんですけど、その中でもですね、このクオリティはやばいです。美味しいです。僕は冒頭でもお話ししたんですけど、この魚醤ですね、不思議にもほんのわずかなですね、ごま油の香りが少し感じられるんですよ。なので、今までにない、上質な魚醤っていう感じなので、ぜひ皆さんに一度試してほしいんですけど、そもそも魚醤っていうのは韓国の代表的なこのキムチの調味料として入っていたりとか、代表的なチヂミの味付けに入ってたりとか、あとタレですね、タレ系に入ってたりとか、あとは定番のチゲ鍋とかわかめスープとか、そういうスープとか鍋系にもこういう魚醤っていうのは使われてるみたいですね。で、僕はこの魚醤をですね、たくさんいろんな料理に試してきたんですけど、分かりやすい例えとしたら、醤油と鰹節みたいな、ちょっと燻香がそういうイメージがあったので、醤油と鰹節を乗せて美味しいような料理にかけるともう最高だったので、一番最高なのは焼きうどんとかですね。焼きうどんにこの魚醤、あとは定番の冷ややっこにこの魚醤プラスごま油を足して加えたりすると、さらにですね、相乗効果で本当に美味しい料理になったりとかですね、定番の卵かけご飯にかけてもとても美味しいです。あとは燻製で力強い味わいがあるので、肉料理ともすごく相性が良くて、この燻製のものにプラスごま油とドレッシングのような感じにしてソース仕立てにしたものをですね、焼いたステーキとかにかけたら本当に美味しいです。で、今回紹介したのは燻製の魚醤だったんですけど、ここのラインはもちろんプレーンのものも売ってて、プレーンの魚醤だとよりもっと多くの料理に合うような魚醤になっているので、魚醤を買い替えるタイミングとかで1本あると重宝する魚醤なのかなと思います。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけど、間違いなく美味しい料理になっているので、韓国料理好きの人やパスタ好きの人、ぜひ一度作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。